何かあった時にやっぱ自分を最優先にする人ってリーダー向かないですよね。モン社長、僕将来ちょっと出世をしたいんですけど、モン社長の中ではこういう人は出世、させてみようかなとか、逆に言ったら出世させちゃいけないなみたいな社員の特徴とかなんかありますか？2つ要素があると思っていて、1つは人間性と、2つ目が能力ですよね。両方やっぱ考えなければならないと。人間性はダメなやつは能力がいくらあってもやっぱダメですね。というかうまくいかないですね。人間性って、これもよく言われる話ですけど、じゃあ何を言ってるのかっていう風に考えると、利己的な人がダメ。あと、変に賢すぎ。これ言い方だけどずる賢い人。であと、八方美人。やっぱ政治力とかプレゼン力が高いやつはちゃんと見ないといけないですね。結局自分のために働いてたりもするんですけど、何かあった時に、やっぱ自分を最優先にする人ってリーダー向かないですよね。モン社長の中で、この人ちょっと利己的じゃないかなっていうのは、どういったところを見て判断するんですか？一つは、すぐ俺はすごいやってるのに、俺と同じ給料をもらって、俺と同じ役職なのにあいつやってないとかって、結構言う人は割と傾向高いかなと思うんですよね。会社でそういうことを言う人は若い時は結構みんなね、やっぱり思ったり言ったりしますよね。ずる賢いってどういうところですか？頭の使い方は間違ってますよね。賢いんで、例えば金を稼ぐ力とか、どうやって成果を出すかとか、結果を出すかとか、やっぱ計算ができるんですよね。プレイヤーとして結構結果を出したりするんですけど、算数とか数学的な計算をして、こうやれば成果出るとか、最終的にはやっぱごまかすことなんですね。例えば目標達成するかしないかで評価されますといった時に、目標達成するためのテクニックに走っちゃうんですよ。会社としたら、1円でも多く売り上げたいし、1円でもコスト下げたいし、正直目標ってある程度マイルストーンで置いてますけど、でも目標を超えてももっと高く決めたいし、とかってあるじゃないですか。でも、その達成したかしてないかを達成すればいいんでしょっていうことで、テクニックが上手くて、ちゃんと達成はするんだけど、それ以上別にやらないとか、それを達成するために必要な相手とかにはすごくよく接しますけど、それに関係ない人とか、自分が嫌いな人にとってはすごく嫌な態度をとってしますよね。だから好き嫌いが結構露骨に現れてる人、例えば僕だったら社長に対してすごいいつもニコニコすごい気利かしてやってくるけど、嫌いな人に対してすごい冷たい人いるんですよ。結構そういう人は結構いるんですけど、やっぱみんな分かってますよね。特にやっぱ同僚とか部下とかはよく見てるんで、聞けば出てきますよね。それをやっぱり僕もいっぱい失敗しましたけど、そういう話も聞くのにまだ若いし、そういうのを学んでいけばいいかと思って管理職にしたりするんですけど、失敗しますね。そこで学べるやつとまた学べないやつがいて、最初から完璧求めてないんですけど、結局ダメなのは本当にやっぱ利己的かどうか。それはだから本当に360度評価ってわけじゃないですけど、上も下も横もこの人ってどういう人とかちゃんと掘り込んで聞いていけば、なんとなくやっぱ分かりますかね。そいつはでもすごい数字上結果も出してるし、その周りの人にとってプラスの人はすごい好かれるわけですね。うまいんですよ。自分に好意があるとか、もしくは自分から好意を持たせるためにすごいやるんですね。で、それでオンした相手はすごく良くするんですよ。さっき言った利害関係者、僕とか上司とかにはすごいいい顔するんです。でも自分に対して嫌なことを言ってくるやつとか、厳しい評価をしてくるやつとかに関しては完璧にシャットアウトして、もうすごい態度をしたりとか、同僚とか部下だったらもうそれこそ話さないとか、そいつの悪口言うとかで、そういう上司に対してはちょっと嫌悪感を出すとか、本当裏が壊れてるんですよね。でもその身内に入っちゃってるグループの人はすごい浸水するわけですよ。仕事もできるし、いいやつだしみたいな。これで不正に加担させられるんですよ。こいつが不正やってましたと。最初は適当なこと言って、お前ちょっと手伝ってみたいな。俺の友達に引っ越しするからちょっと手伝ってよって言って行ったら、不正の現場だったりするんですよ。うわってなるわけですね。でも一回やっちゃったんで、共犯なわけですよ。この人にお世話になってるから断れないと、若いやつは。で、不正が繰り返されるわけですね。バレて全員クビですよと。こんなことがリアルに直近あったんですけど、これってオレオレ詐欺の構図と一緒なんですよ。やっぱり目の前ですごいお世話になったとか、この人いい人だってそういう先輩いるんですね。でも大体こういうやつって一つはやっぱり誰が相手だろうとダメなことはダメだとやらないとか言えるっていうやっぱモラルが必要なんですよ。相手社長であってもそうです。これを人としては育まなきゃいけない。それができないと間違ったら気づかないでオレオレ詐欺の受け子をさせられてるかもしれない。捕まりますよって話です。一回やったら捕まったらもうそっちの道。お前やったことだけど何偉そうなこと言ってんだよっつって抜けれないわけですよ。それが詐欺集団を作ってるわけですね。だからやっぱり目の前いい人に騙されちゃいけないんですよ。本当にいい人なのかって言ったらいい人じゃないです。そういうやつはやっぱり派閥を作りたがりますよ。てか勝手に形成します。仲間じゃないやつはバンバンみたいな。仲間のやつはすごい目の前良くすると。
と。で、やっぱりちっちゃい嘘つきます。自分がやりたくないことでやらなきゃいけないことはやりますって言うんですけど、適当な言い訳をつけてやらないです。そいつも結局僕との小さな約束を破りまくるやつだった。最初は若いし期待しててすごい一生懸命だしと思ってたけど、途中からやっぱり約束してあげたことやらなくなって、お前なんでやってねえんだよっつったら適当な言い訳をして、またやってないからお前なんでやんねえんだよっつったらまた違う言い訳をして、僕はだからもう正直信用しなかったんですよ。途中から信頼しなかったんで、そんなもんかって感じですけど、そうやっぱそういう特徴がありますよね。それはずる賢いって本になっちゃったわけです。誠実性もないですね。でも大体若いやつはそういうタイプはやっぱさっき言った通り偽りと飾りのある心を持ってるんで、やっぱブランド物とか好きですし、だから飾り始めますし遊び始めますし、そういうのに例えばなんか仕事で成果出して稼いでいいもの着て女遊びもたくさんして、そういうやつをかっこいいと思っちゃう若いやつがそうグループインさせられちゃって良くない方向に歩き出す。そんなやつを管理者にしたら終わりますよ。ある意味だからそういう言い方があったら自分が自分の利己的な欲を達成するためにこうやってしてるわけですよ。あの人は利用してるわけです。そうです。最終的には自分に不都合になったらズバッと切られますよ。自分の損得。この下にいた子たちは自ら望んでやったわけではないけど事実でやってしまったことで先に切られる状況なので損でしかないです。多少、周りからの評判があまり良くないけど、能力的にも成果を出してるし、年齢的にもまだ成長できる段階だから、期待してマネージャー職とかにしたっていう話がありましたけど、そこから伸びていく人と伸びない人って分かれると思うんですけど、昔からこう立場が人を作るとかいうこともあったりするんですけど、どういう人が正確に難はあるけど、マネージャー職になっては成長できる人だと思いますか？正確に難があるって難しいですよね。本当に難があるんだったらそれは人間性の問題なので、人間性も変えられるところと変えるのが大変難しいところがあって、根本的にちょっとひん曲がってるというか不誠実な人はなかなか難しいんですよ。立場が人を作るとかの前提としてはダメですよね。むしろ言うならもう社員でも雇うのは本当に厳しいですね。理想で言うなら入って僕らとしてもやっぱりね、一人でも多く立派に育てたいから一生懸命いろいろやりますけど、その過程の中でやっぱダメだっていうやつも正直言ってはいるんですよ。でもそういう人って一時期成果出したりするんですよね。やっぱ時間をちょっとかけないと見極められないっていうのも現実あるなと思っていて、それも経てそれでも立場が人を作るからちょっとやってみるかってやった時にやっぱ失敗するのはとにかく根本の人間性が悪い人なんですよ。性格難ありの人は、そこはちょっと任せづらいのかな。うちで決めてるところで言うと、大前提やっぱ誠実か誠実でないかっていうところは一番見てますし、その責任っていうところだから僕らの Apple Values って価値観で言うと、誠実、情熱、責任、すぐやる、必ずやる、できるまでやる、プロセス、仲間、ポジティブって7個あるんですけど、誠実かどうかっていうのが一番大事で、不誠実な人は絶対しちゃいけないですね。山下社長が考える誠実さっていうのをもうちょっと具体的に教えてほしいんですけど、どういったところがこう誠実さとして現れる？誠実ってじゃあ調べると真面目で真心があるみたいな話になって、真面目って何なのかっていうと本気であること、嘘や冗談でないこととかね。真心っていうと偽りや飾りのない心、真剣に尽くす心、他人のために尽くそうという純粋な気持ちみたいなことを言っていくわけですけど、もうちょっとブレイクダウンすると、まず正直、その真実をちゃんと話す、情報を隠さず不都合な真実であっても正直に伝えるかどうか、ごまかさない、やっぱ嘘をつかない、嘘偽りのない誠でやっぱ道徳的に正しい人は別にやっぱ真摯であるかどうか、やっぱり一生懸命頑張るかどうか、真剣に話を聞くかどうか、誰も見ていない時でも正しく振る舞えてるかどうか、自分の損得ではなく正しいかどうかを基準に行動しているかどうか、こんなところかな。あとやっぱ約束したことを守る人ですね。一旦誰に対しても敬意を持って接することができるかどうか、もちろん友達みたいな関係であっても最低限の敬意ってあるじゃないですか。あとやっぱりその考え方を受け入れられる人、それらをもとにやっぱ主観的にですけど信頼度っていうのが醸成されると思うので、やっぱ正直な人ですね。だから逆を言うと嘘をつく人はダメですね。例えばそれこそだからさっき言った業績が悪い時とか結果が悪かった時に理由を作るのが上手い人とか、これもちょっとずれると嘘になるわけですね。嘘をつく人とか情報を隠しちゃう人、ごまかしちゃう人はダメってことですよね。次に真剣に話を聞いてない人、誰も見ていないからといって自分勝手に振る舞うとか、これがダメですよね。次は
自分の損得で判断する人。これがだから利己的っていうことですよ。人としては道徳的なこと。そして会社として全体を見た時に何が正しいのかっていうのを理念とかをもとに行動できるかどうか。これ結構小さい約束をポイントに見ていて、小さい約束でもちゃんと重要だと思ってる約束、やっぱちゃんとやる人かどうかっていうのは、仮にできなくてもですよ。何かをやることを約束しますって。仮に100歩譲ってできなかったとしても、できなかった。でも期限までにそれちゃんと報告してきて、すいません、必ずやりますと約束したんだと。こういう姿勢がやっぱ大事なんですよね。ただこれが何回も続くと、お前やるやる詐欺じゃねえかってなるんですけど、あとはやっぱり敬意、先ほどの話と重なりますけど、自分に別に利がないという人に対してひどく振る舞う人。例えば一緒にタクシー乗った時とか、飲食店に行った時に、例えば友達とか異性だって言うんですけど、タクシーの運転手さんに対する態度、言葉遣いとか、飲食店に一緒に行った時の態度、言葉遣いとか、例えば会社の中でも友達の中でもいいんですけど、いじられ役みたいな、たまにいるじゃないですか。そういう人に対しての態度とか、こんなのを見てると、敬意を持ってるか持ってないかとかっていうのを分かりますよね。で、これないと、究極いじめする人側になっちゃうリスクがあるんです。なんかそういうことを噛み砕いていって、人間性、誠実かどうかってことですかね、僕からすると。これを見ていく。これが大前提ですよね。あと能力の方はやっぱあったらいいですけど、能力は後天的に身につくから、そういう意味では立場が人を作るっていうのは、マネージャーとしての能力は立場が人を作るかもしれませんし、能力を作ると学べるという感じで考えてもいいと思うんですね。でもやっぱ人間性が絶対ないと、人間性があって能力がなくてもできる。でも人間性がなくて能力があったら危険。当然人間性がなくて能力なかったらやらせられないですけど、順序で言うならば人間性があって能力がある人もちろんこれベストですね。次は人間性があって能力がまだいまいちな人。これでいいんです。次に人間性がなくて能力がある人。これ絶対ダメです。で、人間性がなくて能力もないんだと絶対ならないじゃないですか。人間性ってすごくやっぱ大事なんですね。これも今から例えば人に対して敬意を持って接しようとか、嘘をつかないとか、正直に気まずいことでも話そうとか、なんかこう自分自身の中で、こう性格はなかなか変えられないかもしれないですけど、気をつけることで少し改善できるところとかはある感じがするんですけど、そういうのにこう取り組んでる姿勢とかも、ある種仕事に対して誠実であるかどうかっていう判断にもなされますよね。根本的にちょっとダメな人もいますよね。例えばで言うと、じゃあ自分の損得と、誠実でいることみたいなのがあった時に、絶対に優先順位って誠実でいることが優先順位高くて、自分の損得はその次なわけですよ。これ逆になってる人ですよ。自分の損得で得になるんだったら誠実なふりをしよう。もしくはふりをしようと思ってないけど、自分の損得で得になるんだったら誠実にいようと。これ優先順位が逆になっちゃってる人ですよ。自分の損得に対して得があるんだったら約束したことを守る。だから全て自分の損得が第一優先に、明確にそう思ってはないかもしれないですけど、やっぱなってる人いるんですよ。だから本来はマネージャーとかっていうのは、なりたいからなるもんじゃなくて、リーダーとかってそういうもんじゃないですか。本当のリーダーって、俺はリーダーやりたいですってやるもんじゃないんですよ。自然とそうなってるじゃないですか。そういう人が本質的にリーダーなんで、だからマネージャーになりたいからやるとかじゃなくて、本来はそういう風に一従業員としても振る舞う。そういうことの積み重ねで、マネージャーやれよと。もしかしたらみんなからあなたはリーダーになってくださいと。もしくはもうそういう感じになってるかもしれない。管理職だろうが、現場の一社員だとしても、自分が与えられた役割を一生懸命に嘘もつかず頑張ってれば、いずれはそういったその姿勢であったりとか評価していただいて、そうやって周りから言ってもらうケースもあるかもしれないです。僕の論理的に言うと、基本的に誠実な人は本来絶対に結果出せるんです。これは時間軸の差はありますよ。ウサギなのかカメラなのかみたいなよくある話がありますけど、でも本当に誠実だったら絶対結果出せるんです。誠実な人が結果出したら必ずそういう役割に回ってくるんです。逆算していくと役割が回ってこないってことは結果を出してない。結果を出してないってことは本当に誠実じゃないんですよ。結果っていうのも、あと時間軸いつも言うと、一瞬結果が出る人は誠実じゃない人でも結果出るんですよ。でも長期的に見た時に結果出せる人って絶対に誠実な人なんですよ。長期的な結果は不誠実な人は出せないんですよ。のらりくらり転々としながらポイントだけでちょっとずつ結果を出してるだけで、それこそ不誠実な人は同じ会社でとか同じ職種でずっとやり続けて10年かけてこの実績出しましたってないですよ。不誠実な人はそうならないんで。でも結局はマネージャーになろうがなりまいが、どういう立場であろうが誠実っていうことが大事で、例えば必ず結果出ます。誠実で結果が出る人だったら必ずそういう役割回ってきますよと。だとしたら逆を言うと経営者側とかしたらやっぱり誠実じゃない人はしちゃいけないし、誠実だと思えたとしても実は誠実じゃないかもしれない。言ってることは正しいし、みんなの評判もいいんだけど、実は裏側でサボってるかもしれない。そういうことを見極めながらこういうタイプはできないってことですよね。だから管理者になることが目的じゃないじゃないですか。管理者なんて何がしたいとか、結果出したいとか、もっと上に行きたいとか、こういうことやりたいんだとかっていうことだから、だからそうですね。管理者になることがゴールになっちゃってる人はもう圧倒的にダメですよね。
このチャンネルでは、研修の様子、現場の様子、ビジネスに役立ちそうな話など、様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。そして最後に、この動画もいいねをつけてくれると嬉しいです。ありがとうございました。